海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。今日は GLSL の文字列を書く回じゃなくて 3JS の新しいシェーダーの書き方 DSL を実機で試す回です。これが今日のゴール。板が波打ってる上に発光までしてる。はい。しかもこの見た目を作っているコード GLSL の文字列は実測で0行です。色を混ぜる部分も板を波打たせる部分も発光を足す部分も全部 JavaScript の関数を組み合わせただけで書いています。これまじ全部見せて。さっきの発光する板、種明かしすると何を使ってるの？ DSL という仕組みです。3JS シェーディングランゲージの略で、シェーダーの中身を GLSL の文字列としてではなく、JavaScript の関数を組み合わせて書く新しい API です。シェーダーに自分で手を出す回、前にもあったよね。はい。シェーダーマテリアルに GLSL の文字列をそのまま渡す回でしたね。今日はその一歩先、GLSL の文字列を直接書かずに、同じくらい自由な見た目を作る方法です。文字列を書かずにシェーダーが書けるって想像つかないんだけど、これが今のコード全部？文字列がどこにもないね。ないです。カラーで色を作って、UV 座標で板の重音位置を取って、ミックスで2色を混ぜる。全部 JavaScript の関数呼び出しです。実際に 3JS のパッケージの中身を確認したら FN や UV、ミックス、カラー、タイムのような関数が数百個、鶴からまとめてエクスポートされていました。カラーノードに代入するだけで色の計算を丸ごと差し替えられるってこと？そうです。公式のソースコード内のコメントにも座標のプロパティに元の位置とずらす量を足したものを渡すという同じパターンの例がそのまま載っていました。座標をずらす部分も色の時と同じやり方で差し替えられます。これ最終的には GPU の中でどう動くの？ JavaScript のまま GPU で動くわけじゃないよね。いいところに気づきました。公式の GitHub Wiki によると DSL は書いたコードを WGSL と GLSL の両方に変換できます。実際にパッケージの中を見ると WebGPU 向けに変換する WGSL ノードビルダーと WebGL に向けに変換する GLSL ノードビルダーという両方のクラスが本当に存在していました。一つのコードが WebGPU と WebGL の両方に分けるってこと？はい。今日はこの後、その WebGPU 側を実際に動かして確かめます。WebGPU って名前は聞くけど、いつも使えるものなの？そこが WebGPU レンダラーの面白いところです。公式のソースコードを見ると、WebGPU が使えない環境では自動的に WebGL 側に切り替える Get Fallback という仕組みが最初から組み込まれています。左上に WebGPU バッケンドで出てる。はい。実はこの実機、追加のオプションなしで素直に実行すると、ブラウザ側が WebGPU のアダプターを見つけられず、コンソールにという警告を出して WebGL 側に自動フォールバックすることを確認しました。今映っているのは、Chromium の起動オプションを一つ足して、本物の WebGPU を起動させた状態です。オプションを足すか足さないかで、動くバックエンドが変わったんだ。そうです。何もしなければ警告を出しつつ自動で WebGL へ逃げて、オプションを足せば本物の WebGPU が立ち上がる。今日書いた基本的なノードの組み合わせなら、どちらでも同じコードがそのまま動く、というのが今日確認できた一番大事な事実です。ちなみに、このオプションはヘッドレスの検証環境で使ったもので、普段使うデスクトップ版の Chrome では、これを足さなくても規定で WebGPU が有効なことが多いです。さっきのコード、実際に動かすとどうなるの？見てみましょう。上がオレンジでしたが、綺麗なグラデーションだ。でも色は動いてないね。はい。ここではまだ UV 座標の縦の値、つまり板の縦位置だけを使って2色を混ぜています。時間の要素がまだ入っていないので、静止したグラデーションのままです。UV 座標の関数の中に0とか1とか番号を入れなくていいの？公式の API リファレンスによると、UV 座標を取る関数は引数にインデックス番号を取れて、省略すると0番目の UV が使われます。今日のように1組しか UV を持たない板では、省略した書き方で十分でした。オスクサインって初めて聞いたけど、何をする関数？経過時間を表すタイムという値を受け取って、滑らかな波の値を返す関数です。ここではタイムを半分の速さにしてから渡して、板の縦位置と足し合わせて、混ぜる割合をゆっくり動かしています。本当に色の配分が時間で変わってる。一周してまたオレンジに戻るところまで確認したの？はい。実際に 1.0 秒、2.0 秒、3.0 秒の3地点でフレームを抜き出して見比べて、周期がおよそ2秒であることを目で確認しました。色だけじゃなくて、形も動かせるの？動かせます。今度はポジションノードというプロパティを使います。輪郭までうねうね動いてる。色の時と同じタイムを使ってるんだよね。
そうです。同じタイムという値を、色を混ぜる計算と座標をずらす計算、両方に流用できるのが TSL の組み合わせやすいところです。ただ、この2行だけでは滑らかに波打ちません。板を実測で横64分割、縦48分割のメッシュにして、動かせる頂点の数を増やしてあります。ここまでで、色を混ぜる元のコードが4行、時間で色を動かす分が1行増えて5行、板の形まで動かす分がさらに2行増えて実測7行です。さっきの完成型、板の周りがぼわっと光ってたよね。あれは何を足したの？レンダーパイプラインという仕組みに、ブルームという発光エフェクトのノードを足しました。3JS の中を見ると、実は少し前までポストプロセッシングという名前のクラスが同じ役割を持っていて、今のバージョンではそちらが非推奨になり、レンダーパイプラインに置き換わっていました。ブルームの中の数字、0.8 とか 0.3 とか何を意味してるの？強さと広がりと光らせる明るさの式値です。実はここ、数字を変えるだけで結果が大きく変わって、式値を 0.15 まで下げたら画面がほぼ真っ白に飛び、逆に 0.55 まで上げたら発光がほとんど消えました。最終的に今の数字に落ち着かせるまで、何度もレンダリングし直しました。発光一つ足すだけでも、数字合わせが結構繊細なんだね。こうやって公式のソースコードを自分の実機で動かして、本当に書いてある通りに動くかまで確かめてから届ける回、このチャンネルの軸として続けていきます。気になった人は登録だけしておくと、次にまたこういう回が来た時にタイムラインで拾いやすくなるよ。じゃあ、GLSL の文字列を直接書くやり方はもう使わないの？いいえ、そこは使い分けです。TSL は内部で GLSL と WGSL の両方に生成できるので、今日書いたような基本的なノードの組み合わせなら、書いたコードが WebGL と WebGPU 両方でそのまま動きます。ただ、GLSL を直接書くやり方に比べると、間に変換の層が1枚増えるので、思った通りの見た目にならない時に、どちらの層が原因かの切り分けは少し手間がかかります。さっきの発光の数字合わせも、その手間の一種ってこと？あれは少し別です。発光の強さや式値の調整自体は GLSL を直接書いても TSL で書いても同じくらい繊細です。TSL 特有の手間はそこにたどり着く前のコードのどの層で意図と違う結果になっているかを見極める部分です。ただその分、同じカラーノードやポジションノードという書き方が板でもキューブでも WebGL でも WebGPU でも共通して使えるので、一つ覚えれば使い回しが効くというのが今日実際に手を動かして感じた一番のメリットでした。そういえば、このチャンネルでは GLSL の文字列を直接シェイダーマテリアルに渡して波打つ、光る表面を自分の手で描いた回もあるんだよね。今日の TSL と見比べると同じ見た目にたどり着く道が2つあるんだって分かって面白いと思う。まとめると、今日は GLSL の文字列を1行も書かずに UV 座標、カラー、ミックスで静止したグラデーションを4行、タイムとオスクサインで色を動かして5行、ポジションノードで板の形まで動かして7行、レンダーパイプラインとブルームで発光する完成型まで全部合わせて実測12行で組み立てました。しかもこの実機ではオプションなしなら自動で WebGL2 側にオプションを1つ足せば本物の WebGPU 側に切り替わることまで確認できました。今日は光る板を GLSL 文字列なしで実測12行まで組み立てました。気になった人は TSL で自分だったらどんなエフェクトを足したいかコメントで教えてね。また次も実際に手を動かして確かめた内容を届けるね。みなとヒントでした。バイバイ。